こんにちは、せいかです。今日は2026年3月28日の土曜日です。皆さん、日本はすっかり春になりました。私にとっての春は、やっぱり花粉症のイメージなので、春になったからといって、あんまりいい気分になるっていうことはなかったんですよね。はい。なんで過去形かというと、今年はなんかちょっと嬉しいんです。なんかすごくワクワクするっていう感じなんですよね。なんでですかね。花粉症は相変わらず私はあるので、今も隣にティッシュを置いて鼻をかみながら一生懸命ラジオを録音してるんですけど、花粉症が大変なのにもかかわらず、今年の春に関しては楽しみたいっていう気持ちがあります。なんでかわからないですし、来週私が何と言ってるかわかりませんが、とりあえず今はそんな感じですね。寒くもなく暑くもない、過ごしやすい季節を思いっきり楽しみたいと思っています。はい。たださっきも言ったんですが、花粉はしっかり飛んでいるので、花粉症対策はしっかりとしながら楽しんでいこうと思います。でですね、多分なんですけど、私が春を感じて嬉しい気分になっている理由は、最近少女漫画にハマっているからだと思います。はい。皆さんは少女漫画が好きですか？私はですね、そんなに漫画とかゲームとかアニメにハマったタイプではないので、少女漫画に関してもそこまでハマったっていう時はなかったんですよ。今までを振り返ってみてもなかったんですけど、それでも高校生の時に読んでいた漫画がありました。はい、2作品だけすごくハマって全巻揃えましたね。全巻っていうのは、漫画って1巻2巻3巻4巻って数えていくんですね。でそれの全部っていう意味で全巻ですね。2つの作品は全巻揃えました。はい。10巻とかもうちょっとあったのかな、十何巻とかあったんですけど、全部買って、はい、部屋の中に置いてましたね。で、その時全部揃えた漫画を久しぶりに読み直したんですよ。はい、もう一回読むことを読み直すっていうんですが、久しぶりに読み直したら、やっぱり面白くてハマってしまいました。でですね、その私が高校生の時に買った漫画は紙の本だったんですけど、多分いつだろう、大学生になった時かな、社会人になった時かな、忘れちゃったんですが、全部売ってしまったか人にあげてしまったんですよ。なので私の手元には残ってなくて、なのでですね、なんと今回 Kindle でもう一度全部買いました。はい。大人買いしましたね。はい、そうですね。まさか、私が漫画を大人買いすることがあるとは思いませんでした。なので自分でもびっくりしたんですけど、すごい幸せでしたね。ちなみに大人買いっていうのは、大人が子供の時に買えなかったお菓子とかおもちゃとか、そういうものをたくさんまとめて買うことですね。漫画にもよく使えますし、あとはフィギュアとかにも使えます。はい。高校生の時も漫画は買えましたけど、それでも両親からもらったお小遣いでやりくりしていたので、漫画を何冊も一気に買うということはできなかったんですよ。ちなみに、やりくりするっていうのは、限られたお金などを工夫して使うことですね。はい。1ヶ月にいくらって決まってたら、その全部を漫画に使うことはできないから、漫画にこれぐらい使って、友達と遊ぶのにこれぐらい使って、プリクラを撮るのにこれぐらい使って、みたいな。そんな風に工夫してやりくりしていたんですね。でも、今は大人なのでできるということで、はい、その2つの作品を大人買いして読みまくりました。そうしたらですね、なんというか、キラッキラした気持ちがチャージできたんですよ。はい。で、今2つの作品読み終わったんですけど、
このキラキラチャージをやめたくなくて、周りの人におすすめの作品を聞いて、次何を読むのか、今考えているところです。はい。これからしばらくハマるんじゃないかなと思います。はい。で、私が2つハマった作品があるって言ったんですが、で、そのハマったうちの作品の一つは、アオハライドという作品です。2011年に連載がスタートした作品で、当時は本当に大人気でした。もう私の友達みんな知ってたし、買ってる人も多かったですね。で、その後、アニメ化、アニメになったり、そして映画化、ドラマ化などもされています。で、当時映画化されたんですよ。10年前ぐらいですかね。映画化されて、で、また最近ドラマ化されたんです。なので、今でもまだ人気がある作品なんですね。はい。で、アオハライドは高校生の話なんですね。一生懸命勉強したり、高校生活を楽しんだり、恋をしたり、友達関係に悩んだり、まあいろいろあるんですけど、とにかく綺麗なんですよ。なんというか、その漫画の中に出てくる登場人物、キャラクターが抱く感情、なんかこう感じることとかもすごく純粋だし、高校生活ってもうキラッキラしているので、自分の高校生活を終えてからしばらく経ったんですけど、そんな今でもすごく楽しく読めて、一気に読みました。はい。日本語を勉強している方の中にも漫画やアニメが好きな方は多いと思います。私の学生さんの中にも多いんですね。で、時々漫画とかアニメをこう見て、こんなことって本当にあるんですかみたいなことを聞かれるんですよ。はい。なので今回は、アオハライドを見ながら、自分の高校時代のことを思い出しながら、はい。日本の高校生活について自由に話していこうと思います。そして、アオハライドっていう作品は、日本では本当に人気があるんですけど、学生さんの中で知ってる人ってあんまりいないんですね。はい。この前一人見つけたので、その学生さんとは次のレッスンでアオハライドについて話そうって約束してるんですけど、それぐらいですよ、本当に。一人とかしか出会ったことがないぐらい、あんまり知られてない作品なのかなと思います。はい。まあ、とにかくこの漫画、キラキラをチャージできるので興味が出たらぜひ読んでみてください。はい。ということで、今から Kindle で漫画を読みながら、気になったことについて自由に話していこうと思います。はい。最初にちょっと Kindle について話したいんですけど、Kindle を去年の年末に買ったんですよ。本を読みたいなと思って買ったんですね。で、Kindle のペーパーホワイトっていうものかなを買ったんですが、これ漫画もすごく読みやすくて、はい。正直に言うと、本はあんまり読んでないんですけど、漫画を読むのにめちゃくちゃ使ってます。はい。すっごく便利です。はい。漫画を読むものみたいになっちゃってますね。まあ、それはともかく、早速、はい。話していこうと思います。最初のカバーページ、こんな感じです。はい。主人公の女の子ですね。はい。もう絵も可愛いんですよね。はい。話もいいんですけど、絵もすごく可愛いので、癒されます。本当におすすめです。で、簡単にアオハライドについて話すと、中学生から話がスタートするんですね。で、中学校1年生の時かな。はい。1年生の時に男の子と女の子が出会って、で、お互い好きみたいな感じなんですけど、その後すぐ男の子が引っ越ししてしまうんですよ。で、二人は離れ離れになってしまいます。で、そのまま時間が過ぎて、で、すぐ高校生になるんですね。で、高校生になって、その高校で女の子と男の子がまた出会うっていう、そんな話なんですよ。で、高校で出会ってから本格的に話がスタートしていきます。なので、最初は中学生なんですけど、中学生の時の制服がこんな感じなんですね。はい。で、まず私は制服について話したいんですが、こういう制服を女の子はセーラー服、はい、と言います。で、
男の子はだいたいセーラー服の学校は学ランっていうものを着ます。なんかこう制服のジャケットなんですけど、ボタンが上から下までブワーってついてるタイプのものですね。はい。なので女の子はセーラー服、そして男の子は学ランみたいな感じでセットなんですけど、日本の学校ってだいたいそのセーラー服、学ラン、もしくはブレザーっていう感じなんですね。で、私も中学校の時はセーラー服でした。で、ずっとブレザーに憧れてました。で、高校に入ったらブレザー着たいなって思ってたんですけど、その気持ちを思い出しましたね。この漫画の中でも、中学生の場面では、女の子はセーラー服を着ています。で、多分季節が夏だったので、男の子は学ランは着てないんですけど、白いシャツを着てますね。なんかそういうのも懐かしいなと思いながら見てました。はい。セーラー服って、まあ日本っぽい制服なのかもしれないんですが、大きいリボンがついているスタイルですね。はい。私が中学生だった時は、あんまりセーラー服が可愛いって思えなくて、とにかく高校生になったらブレザーを着たいっていう思いが強かったんですけど、今改めて見てみると、セーラー服可愛いですよね。まあ、とにかく制服の話をちょっとすると、中学校の場面ではセーラー服を着てるんですね。で、その後高校の場面になるんですけど、高校はですね、この子たちの学校はブレザーなんですよ。はい、こんな感じですね。男の子も女の子もジャケットは同じなのではないかなと思います。で、中に女の子はブラウスを着て、で、基本的にはスカート、チェックとかのスカートを履くことが多いのかな。で、ネクタイをしたりリボンをしたりするっていうスタイルですね。で、高校生からは、なんか制服が自由になる学校が多いんですね。前のポッドキャストで受験について話したと思うんですが、高校を選ぶときに結構制服も大きいポイントになります。はい。で、私は自由な高校がいいなと思ってたので、制服が自由な高校を選んでいきました。で、基本的にはその上に羽織るジャケットとスカートだけ決まっていて、中に着るものは自由でしたね。襟がついてるものじゃないといけなかったんですが、それ以外のルールはなかったので、ブラウスを着ている人もいたし、ポロシャツを着ている人とかもいました。はい。中にね、こういうフーディーみたいなものを着ている人もいたし、あとはベストとかを着ている人もいました。で、そういうのを着崩すっていうんですけど、制服を自分の好きなように着崩せるっていうのも高校生活の楽しみでしたね。はい。制服をね、自由に着崩すことができるので、本当に人によって制服の着方が違くて面白かったですね。で、この漫画の中で主人公の子は、ちょっとこうサバサバしている性格なんですよ。こんな感じで、本当にスカート短いですよね。高校生の時は私もスカートを短くしてましたね。なんかクラスのみんながしてたので、それが当たり前みたいになってました。すごい懐かしいですね。はい。で、冬だったらマフラーを巻いて、で、スクールバッグを持って学校に通ってました。で、靴はローファーでした。ローファーと呼ばれる靴をみんな履いてると思います。ちなみに男の子はこんな感じですね。ブレザー。いいですね。カバンも学校の指定のものがある学校もあれば自由な学校もあったんですけど、高校生ってだいたいカバンすごいデコるんですよ。デコるっていうのはデコレーションするっていう意味ですね。なんかキーチェーンをつけたりとか、あとはそのカバンの底の部分、一番下の部分になんかマーカーで何かを書いたりとかしてましたね。それも本当に自分が好きなように可愛くやってた思い出があります。で、この漫画の中にもいろんな登場人物がいるんですけど、その主人公の子はなんかよくいる高校生っていう感じで、で、その子と仲良くなる女の子が2人いるんですけど、1人はもうすっごく可愛い感じのスタイルなんですよ。はい。で、なんかこう可愛いキーチェーンつけて、で、なんか漫画は色がない白黒なのでわかんないんですけど、多分
着ているベストとかもピンク色だと思います。ピンクとか白とか着てるんだろうなっていう感じのふわふわした女の子がいるんですね。はい、可愛いですよね。髪型もなんかボブなんですよね。ボブでちょっとふわふわ巻いてる感じ。女の子っていう感じの子ですね。と、もう一人仲良くなる子がいるんですけど、その子はですね、黒髪でロングで、なんかすごくクールビューティーっていう感じの女の子なんですよ。なので、制服もそんなに着崩さないで、一般的な感じで着てるんだろうなっていう、そんな女の子が出てきます。はい。その人の性格とか好きなものによって、制服の着方が変わってくるっていうのが本当に懐かしいなって思いましたね。はい。これ仲良くなるもう一人の女の子ですね。かっこいいですよね。こう黒髪で、ロングで、前髪がないっていう、そんなスタイルの女の子です。うん。ということで、ここまですごい制服について長く話しちゃったんですけど、制服はやっぱり憧れの一つでしたね。中学生の時にこういう少女漫画とかを読んで、高校生になったら、あんな風に制服を着たいなって思ってた気持ちを思い出しました。はい。そんな感じで、高校生活といったら制服ですね。忘れることができないですね。あの時は、3年間毎日毎日着ていた当たり前のものですけど、卒業した後って着ないじゃないですか。なので、今大人になってから思い返してみると、本当に制服ってなんか特別なものだったなって思いますね。はい。そしてこれもね、よく学生さんと話すんですが、昼休みですね、昼休み。はい。皆さんの国って、学校で昼休みってどうやって過ごしますか？日本は、もちろん学校によって違うんですが、一般的には昼休みは教室で過ごすことが多いと思います。教室でこう勉強してるじゃないですか。で、昼休みになったらみんな机を動かして仲いい友達同士でくっつけたりとかしてご飯を食べるんですよ。で、そういうシーンって漫画の中によく出てくると思います。この漫画の中にも入ってますね。昼休みになると仲のいい子同士でこう机をくっつけてご飯を食べることが多いですね。で、教室じゃなくて庭で食べたりとか、あとは学校の上、屋上で食べたりとかする子もいました。はい。で、どんなものをお昼ご飯に食べるかというと、まずはお弁当がよくありますね。お弁当。はい。小さいお弁当箱に、だいたいお母さんとかがお弁当を作って入れてくれて、朝持たせてくれて、それを持っていくっていう、そんな人が多かったと思います。私もそうでしたね。なので私が高校生の時は、私の母は本当に早起きして頑張ってくれてましたね。例えば家を7時に出るとしたら、もう母は5時ぐらいに起きてお弁当を作るみたいなことを毎日してくれてましたね。ただお弁当を持っていかなくても大丈夫です。もちろん学校に行く途中でコンビニでお昼を買っていくっていう人もいましたし、あとよくあるのは学校の中にも食べ物を売ってる場所があるんですよ。コンビニみたいな感じですかね。はい。漫画の中にもよく出てきますが、購買部というところです。購買って学生は呼ぶことが多いんですが、その購買では、だいたいおにぎりとかパンとか、そういうものが売ってるんですね。あとは紙のパックに入ったジュースとかかな。はい。なので、人気のパンとかはすぐに売り切れてしまうから、今日購買でお昼を買うっていう日は、みんなその昼休みが始まった瞬間に走って購買に行って、その人気があるパンを買うみたいなこともしてましたね。懐かしいですね。で、その購買って学校の中にもちろん一つしかないので、学生みんなが行くんですよ。はい。お弁当を持ってきてないとか、お弁当だけだと足りないみたいな学生みんなが購買に行くんですね。なので、購買に行くと違う学年の人にも会えるし、あとは同じ学年でも違うクラスの人とかにも会うことができます。なので、漫画によくあるシチュエーションなんですけど、
購買で好きな人に会うみたいなことが実際あるんですよね。違うクラスに好きな人がいたらなかなか会えないけど、でもお昼の時間、購買にご飯を買いに行くとそこで会えるみたいなシチュエーションは実際にありましたね。はい。まあそんな感じで、購買で買ったり、コンビニで買ったり、お弁当を持ってきたりとかして、教室で食べるっていうのが一般的な学生の昼休みなのかなと思います。高校生ですね。はい。で、私よく、レッスンに来てくれる日本語の学生さんと話してると、その学生さんたちが高校生の時は、学校の中に食堂のようなスペースがあって、そこに行って食べてたっていうのを聞くことが多いんですね。で、確かに、海外のドラマを見ていると、そういうシチュエーションってよくあるので、私も知ってるんですけど、そういういわゆる食堂みたいなものは、私のイメージですけど、大学からが多いのかなと思います。うん。なので、前のね、ポッドキャストのエピソードでもお話ししましたが、私立の高校とかに行くと、その私立の高校と、そして大学がつながってるじゃないですか。そういう学校って、その大学自体が大きい食堂を持っていたりするので、高校生の時からその食堂で食べるっていうことがあるかもしれないんですが、私のように公立の学校の場合は、あんまりそういう大きい食堂っていうのが学校にあることってないのかなと思いますね。まあ私の場合もなかったので、毎日毎日教室で仲いい友達と一緒に昼ご飯を食べていました。はい。なので、この漫画の中にある昼休みの状況は実際にあることですね。そして、このね、漫画に出てくる主人公の女の子と男の子って、中学生の時にちょっと一緒にいたけど、すぐに離れ離れになってしまって、で、高校でまた出会うっていう、そんな状況なんですね。で、そういうのを再会って言います。はい、再会したんですよ、二人は。で、そういうふうに再会することが実際にもよくあります。うん。前のポッドキャストでもお話ししたんですが、受験って人によってタイミングが違うんですよね。中学で受験する人もいれば、高校で受験する人もいるので、どこかで離れ離れになってしまっても、高校でもう一回再会するとか、大学で再会するとか、そういうことってよくあるんですよ。はい、なんかそういうのもすごい懐かしかったですね。小学生の時、同じ小学校に通ってた友達と高校とかでまた再会すると、全然印象が違うじゃないですか。お互い違うと思うんですが、小学生の時はまだ子供だったのが、高校生になるとある程度成長して出会うので、なんかそういうので、なんかこう、うわ、なんか全然違うみたいなそういうなんか気持ちを味わったことはありますね。はい。そうですね。学校で再会っていうのもありますし、あとは、これも前のポッドキャストと関係してくるんですけど、塾。塾で再会っていうのもよくありました。同じ小学校に通ってたけど、中学で別々になって、で、高校受験のための塾に入ったら、同じ塾に小学校の時の友達がいた、みたいな。塾で再会するとか、そういうこともありましたね。はい。ちょっとドキドキするシチュエーションですよね。やっぱその小学校の時から成長してまた再会するっていうことなので、うん、懐かしいですね。はい。なんか読みながらいろんなことを思い出しました。そして今はその青ハライドの一巻を読んでるんですけど、一巻の最後でその二人が1年生だったのが2年生になるんですよ。はい。で、2年生になるとそのタイミングでクラス替えっていうものが行われます。クラス替えって皆さんの学校にもありますかね？はい。まあ、クラス替えって何かというと、例えば一つの学年に5個クラスがあったとしますよね。うん。で、1年生の時は、まあ、同じメンバーで1年間過ごして、2年生に上がる時に、このすべての学生をもう一度シャッフルして、5つのクラスに分けて、新しいクラスのメンバーで1年間過ごすみたいな。これをクラス替えと言います。なので、1年生の時違うクラスだったけど、2年生になって同じクラスになるとか。そういうことがあり得るんですね。はい。
1年生の時仲良かった友達とは同じクラスになりたいって思うし、逆にちょっと難しいなって思ってた友達とは違うクラスになりたいって思ったりするし、あとはこの漫画のシチュエーションもそうなんですけど、違うクラスに好きな人がいる場合は同じクラスになりたいって思いますよね。そんな感じでクラス替えってドキドキするシチュエーションなんですけど、この漫画の中では1巻の最後で2年生に上がるので、そのタイミングでクラス替えがあるんですけど、そこでね、面白いことが起こるんですよ。はい。一応言わないでおきます。これから読む方がいるかもしれないから、一応言わないでおくんですが、クラス替えね、はい、学生生活において、すごく大きなイベントだったので、最後に話してみました。はい。ということで、今日はですね、最近私が一気読みしたアオハライドを見ながら、日本の高校生活について自由に話してみましたが、いかがでしたか？個人的にすっごく楽しかったので、はい、また機会があったらぜひやりたいなと思いました。はい。最近少女漫画にハマってるので、ぜひおすすめの漫画があったらコメントなどで教えてください。はい、私はですね、YouTube のメンバーシップもやっております。初級の人には Vlog で勉強できるような動画をアップしています。そして中級以上の方にはタメ口の動画とかゲームの動画をアップしてます。はい。で、ゲームに関しては、今まではコーヒートークという一つのゲームだけやってきたんですけど、これからはいろいろなゲームをやってみたいなと思ってます。なのでぜひ、なんかおすすめのゲームとか、私ができそうな私が楽しめそうなゲームとかがある方は、はい、リクエスト送っていただけたら嬉しいです。はい、そして YouTube 以外にも CIJ というウェブサイトにも動画をアップしています。日本語の勉強に役に立つということはもちろん、ちゃんと見ていて楽しい動画が作れるようにいつも頑張っています。私以外にもいろいろな先生がいらっしゃって、出身も年齢も違う先生たちの動画がたくさん見られるので、はい、リアルな日本語をインプットしたいという方はぜひそちらのサイトもチェックしてください。ということで、今回も最後まで聞いてくださって、そして見てくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。あ、そうだ、最後にすいません。アオハライド今回紹介したんですけど、もう一つ私がハマってる漫画を最後にちょっと紹介してから終わりますね。もう一つ私がハマって、一気に大人買いした作品が、同じ方が書いてるものなんですが、ストロボエッジという漫画です。はい。最初のページをちょっと見せますね。この漫画です。これもすごくいいので、アオハライドにハマったらぜひ、こっちもチェックしてみてください。はい、ということで本当に終わります。最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。またねー。